思考の快楽を売る代わり、黒い女に骨まで焼かれるか、大粒に火がたかれる限り、自分の本能が生まれる術はない。大げさに言えば新しいメディアっていう。怖いってなんだろう。何が怖いか。怖いってなんだって話。2度作った今光を2度作ったぐらい。正直やめてほしいと思いましたね。もっと書こう、もっと書こう。ゾッとするのは、初め私はできないと思いましたね。チューンソフトとしてはホラーをまたやりたいというジャパニーズホラーの部分もあって、なんかゲームならではのやっぱり表現方法でもってまたホラーを一歩掘り下げることができるんじゃないのかな。サウンドノベルはですね、ちょっと進化が止まってるなというふうなサウンドノベルについては思っています。で、それはまあいい意味でも悪い意味でもあるんですが、やっぱりサウンドノベルって基本が作られたのが音木荘、その15年前の音木荘であって、かまいたちによってフローチャート形式があって、で「街」というタイトルが複数主人公の阿弥陀形式をザッピングというふうに呼んで作ったんですが、これ以降やっぱ新しいシステム自体は生まれていない。お話を見せる、いいドラマを見せる、絵を見せるっていう方に音もいい音を聞かせるっていうところにちょっとシフトしてしまいすぎて、ゲームとしてのそのダイナミックな部分っていうのがちょっと、止まってきたか、完成度が高いという言い方ももちろんできると思うんですけれども、当たりさという感じでワクワクする感じっていうのがいい意味でも悪い意味でもちょっと、停滞してしまっていたかなというふうには思います。新しいシナリオライターと組みたいって気持ちもあって、それでそのホラー系の小説とかを集めてきていい人はいないかと。で特にその J ホラーっていう部分で、突き詰めていくと、その小説的なホラーというよりも怪談とかですね、体験談みたいなホラーの方がなんかリアリティがあるんじゃないか。もう僕が呼ばれた段階ではまだ何にも決まってなかったんですよ。でただもうとにかく最初に怖い話っていうのは人によって何が怖いかって違うじゃないですか。やっぱり幽霊はあんま怖くないねみたいな意見はあって、女って言われました。やっぱ女なんだと思って。サウンドノベルとホラーのそのなんていうか親和性の悪さっていうところにはぶつかりましたね。やっぱりプレイヤーってある種解いていく楽しさっていうのがあるわけですね。右を選んでも左に選んでも同じだったりなんていうかランダムで幽霊がドーンと出てきたりしたら、これはもう別に選んでる意味がないじゃないですか。怪談っていうのはどっちかっていうと僕のやってるのは特に実話怪談だったんでそうなんですけど、なすすべがないんですよね。どんどん追い詰められてひどい目に遭わされるばっかりっていう。ホラーというものは、怖いものであって、その怖いものの原因が分かった途端に怖くなくなる。それじゃホラーにならないんですよっていうことをすごく言われて、怪談はどっちかっていうとフラストレーションがたまるんですね。こっちはそれじゃサウンドノベルにならないんですよみたいな。何を投げても、石井さんの心にはヒットしないと。このですね理不尽さとサウンドノベルの論理性っていうのが組み合わせて面白いものを作るっていうものに対してすごく苦労しました。ではじゃあこれを原型にして北島さんにバトンタッチをしてみよう。一番感じたのはやっぱりその怖さってやっぱり人それぞれだなっていうのがすごく感じたというか、僕はこれを怖いと思うんだけど他の人は全然怖いと思わなかったりとか、ここは大して怖くないなと思って書いたのがやたら受けが良かったりとか。加藤さんの得意なホラーの部分をすごく導入しつつ、もちろん加藤さんに書いていただきつつ、そのサウンドノベルのそのシステム構築っていうのをそのサウンドノベルで今まで組んできたライターさん、北島さんと牧野さんに参加していただいてトータルを作っていこうという。怖いと思わせるシーンが割と頻繁に入ってるような感じにしないと、その小説だと意外と淡々としてて、少しずつ恐怖を積み重ねていくような方法があんまりそのゲームじゃ通用しないなっていうのは。恐怖って割とプライベートなものというか、ある一人の人の内面にしかないものなんじゃないかなと。だからもしかしたらそれは気のせいだよと他の人は言っちゃうし、ある程度出来上がったものっていうのを最終的にやっぱり北島さんが直してくださったものが通ったという。
グラフィックの方向性を悩んでた時にその CG はないかなっていうのがちょっとあったんですね。本当の生々しさって出ないですよね。やっぱ映画のその役者さんが表現する幽霊とかの方が圧倒的に生々しくて怖いなと。爪がっていうのが出てきますよね。爪の黒いやつ、あれが、例えばモデル、CG なモデルであっても、あまり怖くはないだろうと。実写をベースにしてでも「街」っていう作品のその普通のテレビドラマや映画のような何も加工しないようなそのなんていうか実写映像との差別化を図ってしかも恐怖を作れるっていった時に生野さんとはできるんじゃないかなと。基本的には、現実の世界の延長である、当然 CG も使いますけども、基本的にはその写真を結局どう加工していくかっていうことしかないなと思ったんで、実写をベースにしてるんですけど、もう絵のような CG のようなでも実写の表情をちゃんと生かしたような絶妙な絵が上がってきました。見えているものはその現実のものですよね。道路であり空であり全部身近なものではあるんだけれども、それがどういうマジックなのかちょっと分かんないんですけど、異質なものにやっぱり見えてしまう。あえてなんかもう古い感じにするような、印画紙にいろいろ細工してたようなああいった感じのものを、デジタルでちょっと逆なんですけども、あれ昔はそれをそうきれいにしようと思ってそうしかならなかったと思うんですけど、逆に遡って劣化させていってるようなところがありますね。音切り竿タイプのですね、同時間軸ではあるんだけれども、違うストーリーがこう横に並んでいて、それを行き来するっていうような、スタイルでやろうっていうことは、当初決まりました。牧野先生にお願いした部分に関しては、実は僕と北島さんと石井さんとの間でプロットがご用意させていただいたんですよ。でそれを牧野さんにお送りしたんですよ。そしたらば牧野さんもっと面白くできるよっていうことで、プロットを直して帰ってきたらば大変なお金ものがやってきたっていうんで大騒ぎをして、加藤さんに関してはもう一本のシナリオをじゃあお願いしますということで、メインストーリーとはまた違う別の観点から見たこの今引荘の物語を、お願いしたらばハマったんですよね。複数のこういうお話を行き来してもお話が成立する、しかもでもダイナミックにこうお話が変わるっていうところを成立させるっていうところがとても難しかったのです。だから最初大変だったんですよ。冗長だったんですよ。すごく重要なシーンを見せられた挙句、大変に言ったらばこれ全然関係ないじゃんっていう、こういうストーリーになるっていうのを作家さんに書いていただいて、そこへどういったらその話になるのかっていうのをシナリオディレクターともう常々詰めていきましたね。先生方が書いていただいたものは一本一本見た場合にはとてもいいものなんですよ。ただしこれをゲームとして一つのゲームとして頭からお尻まで自由に行き交うお話っていう風に考えた場合にはとても不完全なものなんですよね。なんでここは涙を飲んで手を入れさせていただくということで、シナリオの大改造と、各シーンをパズルのように、はめ込み直す作業が始まったんですよね。映画のスタッフと組みたいなというのが一点ありましたね。でそれはやっぱ日本のJホラーのノウハウを持っているスタッフと組むということが一点ありまして、もう一点はその映画の、プロフェッショナルに対してゲームを理解してもらおうと。結局映画の現場っていうのは監督がまず場面を構成するために何をするかというと、基本的には演技をさせるわけですよね。それには動きが伴いますし、こんな場面を作るんだってことをダーンとみんなにリハでも何でも提出した後に、じゃあ具体的に技術的にここから狙おうとか照明こう決めようみたいなところでどんどん分かりやすいんですけれども、今回の今引荘っていうのは芝居を取らないんですね。顔は切るし、全体のシルエットを浮かび上がらしたり、ピシッて止まることが一番重要だったっていう、でも止まってるところから基本的にはどちらかというと何も生まれないので、生まれるのはここで撮影された後ですよっていうのが今回の体制だったので、普通の映画監督が言ってることと違うと。でそれに対して合わせないといけないっていうことで出てきたものっていうのはやっぱサウンドオーベの素材として、映画の素材でないものが上がってきた。シナリオでは網が畳からずりずりと出てくると書いてありますと書いてあるんですが、どうするんですかと言われた時にですね、いやどうしましょう。人間だと
生々しすぎるし CG のクリーチャーが出ても怖くないし、肩が通常の人間とは違う方向に曲がらないと肘から出てこれないので、だからそこをやるためには造形物をくっつけなきゃいけないとか。亜美の体の部分は特殊造形になってます。で、演者の方に特殊メイクをさらに施して、その特殊造形と合体させた状態でなんか人間じゃないような動きをさらに加えるためにいろいろ操演が入ってと。レーザーを使ってやりましょう、何を言ってるんだろうと初め思ったんですね。何のことかちっとも分からない。空間に疑似的に床を、ここが床ですよっていう水平面を出してですね、でそこに人がニュニュのドドドドドと上がってくると。でそれを、実際のなんて言うんでしょう、畳と合成していって人が浮き上がってくるっていうようなやり方ですね。実際に本ちゃんで撮ったやつすごい綺麗な画質なんですよね、クオリティ高くって。それが綺麗すぎちゃって、で逆に後から乗っけなきゃいけないノイズの量が半端じゃなくなってるんですけどね。やっぱりリアリティがありすぎる感じがしました。今まではもうそう HD ではないちっちゃい画像の時は適当なノイズを乗っけたらそれなりに結構味のあるものになってたんですよ。でも HD になったらなんかね、こう1枚2枚乗っけたぐらいだとなんかこう乗ってる感があるんですよね。もっとザラザラさせてくれとか、何枚も用意して、で要素ごとに白い布団のところはちょっと暗くなってるところに違う質のノイズを置いて全部マスク切って書いたりとか、それがどんどんこうやりながらどんどんこうなんか加速度つくようにどれもあっちもこっちもって感じになってって、色を乗っけるのもどこを切るんでもマスクでどうしたらいいのってもっと描こうもっと描こうもっとなんか、ただその現実から離れすぎてもダメだし、かといって現実と生っぽさも残りすぎてもダメだから、その中間点がどのあたりかっていう、絵みたいになるっていうのもちょっと違うだろうと。ちょっと誰かにちょっと言われてこれ大変ですねって言われた時にふと自分で言ったのが、いや画集作ってると思えばそんな大変じゃないかもみたいな、自分に言い返してたんですけど、CG と実写を合わせた画集で結構これ印刷にも結構耐えられるような画素数あると思うんですよね。だからそういう高画質のものをこんだけ大量に作るのっていうのはいろいろ経験もできたし面白かったといえば面白かったですね。やっぱ実写の威力ってすごいなって思いましたね。やっぱり絵一枚だけでかなり恐怖を感じましたんで、あとはそこをどう装飾を付け加えてもっと増幅させるかっていう。新井が演出を上げてくるんですけど、で全て彼がタイミングも取ってて、でそこに音を乗せるんですけど、この段取りこうなってこの絵が出てこの絵が出てこの声が出る、なんかおかしいなと聞いて、そこでまたこういう音が来るのかと思って、またそこで違ったじゃあこういう見せ方もあるんじゃないかっていう、本当にリレーの繰り返しでしたね。今のゲームかなりリアルにはなってきてるんですけど、例えば煙だったり爆発だったりっていうのを普通に出した時でもやっぱり、実写と合わすとちょっと浮いてしまう感じが非常にするんですよね。ノイズでもどういうノイズがいいのかとか、元が止まってる絵でも何かどっかちょっと光ってたりぼやっとして、画面として臨場感が落ちないように保つ表現だったりとか。幽霊の声は声にしたいなっていうのはもともとあったんですよ。幽霊の声っていうのをどういうふうに加工すればプレイヤーが初めて聞いた時にゾッとするのは、やはり音声的にどういうところなのかっていうのはいろいろ試行錯誤して、その人間の声なんだけれどもそれに異質感を出せばなんか来たっていうのを表現するためにはじゃあ何がっていうところで、ローの部分を人間の声にはそう出ないローの部分をちょっと隠して入れてみたらどうかな。あなたは誰？怖いってなんだろうみたいな会議とかも結構連日やったりとかしていて、チーフとかで集まって何が怖いかとりあえずやっ
たけどどうなんでしょうっていう、自分で遊んでみてもなんかただ流れてるだけだなっていう、やっぱあんま怖くないなっていうのを、袋小路にはまってた時期もありまして、プレイステーション3っていう新しいハードでやるからにはもう一味欲しいなっていうのが。出来上がった絵を、先ほど言ったようにこう作ってプロトタイプのようなものができてきたわけなんですけども、これを中村に見せるとですね、なんか声が聞こえてくるなと、画面から声が出ないのが不自然に思えると。やっぱなんかね、物足りないなっていう感じは正直したんですよね。で、なんでだろうっていうのももちろんあったんですけども、なんか声が聞こえてきてもおかしくないのに聞こえてこないから、すごい足りない感じがするんだよね。中島の方は、いやここは声入れようと思ってますと、やっぱ幽霊とか恐怖表現のところは声入れようと思ってますって言ってたんですけど、いやなんか全体的に声を入れた方がいいんじゃないのっていうことを言い出して、実は私はもう反対強硬派だったんですけども、それはいやもうやめましょうよ。一度僕は抵抗した覚えがあります。いやまずは言ったのは、現状のシナリオでは読むことを前提として何も組んでないよと。でそれに対して、これを読ませても何も面白くないよと。そんなものは、私だって分かっていますと。サウンドノベルはセリフのためのセリフを書いてない、つまり発声するためのセリフじゃなくて小説のセリフなんですね。つまりそれをボイス化するって言ったら全て書き直さなきゃいけない。正直やめてほしいと思いましたね。いや聞きてえと思いました。初めどうなっていくかなと。最初は正直ちょっとピンとこなかったのですね。あんまりうまくいかないんじゃないかと思ったんですよ、正直言って。最初にとりあえずテストを1ヶ月やってみようということで、テストでボイスを取ったやつを今入れてみたんですよ。まずダメでした。何かというと、単純に鍵括弧をボイスにしてるだけなので待っちゃうんですよね。その時に浮かんだのが、映像があって出演者ゲストのセリフっていうのを全然関係ないのテロップにしてる番組とかがたくさん増えてきてですね、人はそうやって認識できるんだから、もしかして社長これかなと。そうそうこんな感じみたいな、そういう感じでしたけどね。これでやっとなんかこう画面に向かえるなっていう。なるほど、これかと。非常に不思議な感覚がしたんですよね。出来上がったものを見た場合にセリフを聞きながらほぼ同時、もしくは一瞬間が遅れて、文章が画面で表示されると。待ってよ、どうせ僕の言うことなんて同時にこう知覚するっていうのが非常に面白い感覚だったんですね。来たなって、本当に瞬間的にこれだなっていうのは思いましたね。大げさに言えば新しいメディアっていうのかな、いうようなそういったものが出来上がるなっていうのはなんとなく。ただこれをやるには大変かね、大変ですと。初め私はできないと思いましたね。シナリオの書き直しですよね。もうシナリオは上がって演出をしてた段階でボイスにしようって言ったで、シナリオライターに超えてシナリオを書き換えたいんですけどっていうところに戻ったってことですね。セリフが表示されてる間、結局そのプレイヤーはボタンを押せないわけですよね。そのボイスは飛ばせないんで。つまり喋っている間にその喋ってる内容なりを補完するセリフを全部作らなきゃいけない、文章を作らなきゃいけない。そこまで、言っていたのを多分100だとしたら 80% ぐらい戻った感じですね。2割 20% ぐらいしか使えない。実際のゲーム画面を見ながらそのシナリオとこう付き合わせてやっていくんですけど、ボタンを押さなくてもその耐えられるぐらいの字の文が出てるかとか、ポンポンってやり取りする場合はむしろなくてもいいんじゃないかっていう時もあったりとかですね。本当にケースバイケースで極端な話、本当に1個のセリフごとなんか見ていくっていう感じ。アフレコ自体に、あるとすればですね、やはり先ほど言った同じシーンで違う感情を持たなければいけないわけですよね。ひろきとかは演じていただいている方はですね、何が起こってるかよくわからん。おいセリフを読むなってしょっちゅう言ってましたけどね。台本手にしてますからね。だから台本手にしちゃうとどうしてもね読むんですね。これは読むものじゃなくて喋るものですから、喋るっていうのがセリフですから、だからとにかく喋りなさい。セリフをややもするとその誇張して言ってしまいそうなところなんかがある。
そういう時には極力いやこれは人間の感情で普通の気持ちでいくというのが基本。大変だったの一言になっちゃうんですけどね。何をしたか忘れるぐらい大変。2度作った今吹きを2度作ったぐらいの気分だと思います。今までのサウンドノベルの中で一番とっつきやすい入りやすいものに仕上がったなと思ってますけどね。ボイスっていうものについては本当新しい表現だと思います。ノベルゲームでボイスを入れるならばこれがお手本だというぐらいまで完成した。やってるとですね、これなんか普通に今まであったんじゃないかと思う感覚になってきててですね。やっぱり入れてよかったですよね。表現として一番今回の今べきそうには合っていたかな。PS3 でも通用するサウンドノベルっていうのはやっぱり私が作らなければいけなかったんですね。それでもやっぱり音と絵が良くなっただけではやっぱりみんな納得しなかったんですね。でそこで、とても悩んだりもしたんですけれども、やっぱり彼がボイスを入れるとぐっと良くなるっていう提案をしてやってみると悔しいですけども良くなったんですね。なので本当は自分がそういう提案をしなければいけなかったはずなんですけども、今回はやられてしまったなという感じではあります。まだなんかこの表現とか方法をきっかけにさらに進化する可能性もあるなっていうのを思いますね。たくさんのシナリオとかストーリーが入ってますので、ぜひ隅々まで全部見て本当に堪能して味わってもらいたい。